こんにちは、アッキースーさんです。田んぼ周りの草刈りを終えてから1週間が経ちました。困ったことに最初の頃に刈った草はもうだいぶ再生しています。今回の草刈りは畑を刈っていきます。スラッシュブレードと2枚刃を平地で使うとどんな感じか試したいと思います。スラッシュブレードから使ってみます。サラサラ刈れる感触はあるのですが、何せ重たくて思いっきり振り切れません。刃の入れ方にもよるのでしょうが、寄せ刈りのような感じになっています。戻りでは向かい刈りのような感じになっています。右振りをメインに広い方に草を持っていくように刈っています。草が伸びすぎて下半分が寝そべっています。こうなると刈るのは大変です。この重さを何時間も扱うのはちょっとしんどいです。2枚刃に交換しようと思いますが、軽トラのところに行くついでに山を潰していきます。2枚刃を取り付けました。ちょっとスロットルを調整します。軽さが全然違います。これは使いやすいです。
紐刈りにすっかり慣れているので、この刈り幅だとかなり物足りない感じがします。刈ったところに草を置いていく感じの刈り方になり、ほとんど草を寄せていません。これはかなりいいものですね。右に振るときに上半分を刈って、左に振るときに根元を刈るようにするとかなり刈りやすくなります。寝ている草を刈るのはやはり大変です。ちょっとバック刈りを試してみましたが、全然ダメです。
カメラを移動したのはいいんですが、ここで録画ボタンを押すのを忘れていました。かなり軽快に枯れた感じです。草を寄せていないので、もうこれで十分仕上げです。刃の先端を加工してみたいと思います。使っていくうちに先端が丸くなって、だんだんと草をつかみづらくなります。かといって角ができるように削っていくと、刃が細くなったり短くなったりします。そこで笹刈り刃のような先端を作ろうと思います。使うのは 8mm の丸ヤスリです。溝ができるまでは慎重に削ります。笹刈り刃よりもかなり硬い材質です。ちょっと削るのが大変です。最後にバリを取って尖った感じが出てきました。このぐらいでよしとしてみます。もう少し削ってもいいかもしれませんが、形がこのぐらい整えば後から削るのは簡単です。刃を裏返して準備完了です。隣の畑を刈ってみます。手前と奥の方はあらかじめ紐で刈っています。しっかりと刃先で草を捕まえている感触があります。倒れている草も根元でしっかりと枯れています。その状態よりもかなり感触がいいです。この加工は成功ですね。
ただ 255mm ではこのハイパワー機の力を持て余す感じになっています。チップ層と同じ幅の 255mm を選択して買いましたが、軽く枯れる分もう少し大きめのサイズの方が適切かと思います。 25cc 以下の草刈り機ならばこの 255mm がちょうど適切かもしれません。あっという間に刈り終わることができました。これは早急に 305mm を買って試す必要がありそうです。動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。